千秋くんと一緒に帰れる。あなたの家は右でしたね。自分は左です。ではさようなら。無意味じゃないっすか。おのれー鍵焼き、よもやここまでの男とは。こうなったらもう手当たり次第だ。思えば遠くへ来たものよな。どうしたの？ちゃんと寝ないと明日が大変よ。ダメだ。今夜はもう寝れば寝るほど疲れる気がする。ん？今日は遊びに行くから支度してね。は？遊び？ミド、平気？ああ。寝不足が響いているな。ありゃ、お兄様か。お姫も昨日夜更かししてたせいじゃないかな。今朝は引っ込んだまんまで出てくる様子がなかったから置いてきちゃった。そうですか。場所借りて少し休む？大丈夫です。それより閣下、どうしてここへ？そうよ。なんで車の屋根に張り付いて沿道の人に今日一日の話題を提供しながらこんなところまで来なくちゃいけなかったのよ。そりゃ呼んでねえのに無理やりくっついてきたおめえ様だけですが。お兄さん、今日が何日だか忘れた？今日？今年最後のイベント、田村チャレンジカップの日だよ。アーマーレースの好きなお兄さんにとっては外せないイベントかなって思ったんだけど。まあ確かによく自分の趣味をご存知ですね。なぜかな。不思議不思議。それにしたって唐突じゃない？今日になって急に。当てにも都合があんのさ。本当はもうしばらく伊豆でのんびりしてるつもりだったんだけど、そうもいかなくなってきたもんでね。遊べる間に
遊んでおくことにしたの。閣下、あっちあっち、機体が出てきたよ。ありゃ小胸かな。そうですね。見るからにアプティマ系列そのものすぎる気がしますが。工夫の跡が見えんね。まさか来年の国内戦をあれで行こうってんじゃある前に。アプティマは名作ですが、さすがに時代遅れかと。出し惜しみかな。ファンサービスってのが分かってねえ連中だな。アプテマって鎌倉の時にもいたやつ？そうだ。あれとは違うみたいだけど。どこが？がったりと一緒にくっついてる変なの。アフターバーナー？ほんとだ。ミッドシップになっていますね。これは機体バランスに変化がありそうです。地味に面白いことやってきたな。全然でっかい。駆動方式もベルトかもしれません。あり得るね。そんな改造前にもやってたし。やはりミッドシップとベルト駆動が今後の主流になっていくのでしょうか。あてはチェーン駆動の方が好きだけどね。伸びても詰めればいいしさ。ベルトだと伸びたらそれっきりやん。テンション調整機構を実装した機体も間もなく現れると聞いていますが、しかし自分もベルトよりチェーンの方が好みです。ロマンがわかるねお兄さん。はい。普通に考えてゴムより金属だよな。当然です。チェーンドライブ同盟結成。いえ、一番愛しているのはシャフト駆動です。このタブラっ子が。申し訳ありません。って言ってるそばからタブラ来たね。あれなんだろう。新作のようです。全く見覚えがありません。でもあれなんかに似てない？メインフレームがあのアベンジに近いような。言われてみればあの突飛な機体構想を引き継いだのかな。侮れねえな田村も。足回りは丸々変わっています。ね見た感じやばそうなサスだね。対衝撃性は良さそうですが、あれではコーナーリングに問題が生じるのでは。その辺を今日テストする気なのかな。なるほど。え、ねえミド。閣下、あっちだ。あれトミーやん。新規参入の賑やかしチームなんか別にどうだって。なにー、憂鬱鋼ダブルデッキフレームにセンターデフベルト駆動だと。しかもあれはトルクスプリット。完全装備か。あの会社のどこにそんな開発能力があったんだ。あて接着剤のいらない模型を作るだけが脳かと思ってたよ。これは完全に予想外です。おーい、機体名はインフリンジャー。今回の台風の目かもしれません。レーサー次第でどこまで行くかわからんね。面白くなってきたぞ。はい、実に。LYM の連中も来てる。なんか久々に見るけど。あれも新作でしょうか。一見小胸アプティマによく似ていますが。海外でテストしてたってやつじゃないかな。あれ、そういや横田はどうした？姿が見えません。不参加でしょうか。あ、来るって聞いてたよ。スーパーハウンドの最新型を投入するとかなんとか。最新型？それはまさか以前に告知のあった。そうそう、どうです？状況がいいスタート切ってんね。他はいまいち。
何かありましたか？うんあまり関心のないご様子。そんなこともないけどね。楽しい勝負になってるし。ただ今日はレースを見るより空気に浸るつもりで来たから。空気かな？静かでいい。微妙な表情になった。正直コメントに困っています。あなたの冗談が面白くないのよ、将軍様。冗談は言ってない。じゃあ何？詭弁。詭弁？静かってどういうことかな。音がしないことでしょ？だよな。でも本当に何の音もしないなんてことがあり得るか？それは。なら静かってのはどういうことだろう。余計な音が聞こえない。聞きたくもないことを聞かなくて済むのが静かってことなんじゃない？だから今はとても静か。レースの音とお兄さんの声しか聞こえないもの。私は？存在自体に無関心ですが。それはありがとうございます。なるほど、そういう意味で静かと。ミド、そこは納得しなくていいのよ。そうそう、詭弁なんだからさ。詭弁だよ。詭弁でしかねえ。昨日の話だけどさ。昨日の？英雄と魔王のお話。ほう。と英雄やってみる気になった？すでにやってみました。やった？はい。昨日閣下のお話を伺った後、光に会い無我を持って挑んでみましたが、かえってこれまで以上に光の体を見失う始末。至近距離に立っているという分かりきった事実さえ疑い始めるほど、我ながら無様を晒しました。無我が英雄の往路であるなら、やはり自分にはふさわしくないのでしょう。何やら無我という世界に拒絶されたような心地がしています。それとも単に全く違うものを無我の感と思い込んでいるのか。いずれにしろ諦めるほかないようです。そうかな。もしかしたら逆かもしれないよ。逆とは？お兄さんはお姫の姿を見失ったわけじゃなくて、ようやく実像に触れたのかも。意味不明よ。そうか？余計な口出しはすまいと思ってたけど、いい加減なことを吹き込んでミドを惑わすのはやめてちょうだい。人にお願いするときは頭を下げてプリーズっていうのが最近の流行なんだぞ。あらそう。それは教えてくれてどうも。じゃあついでにもう一つ教えて。鼻持ちならない小娘に言うことを聞かせるときは
どうしたらいいの？はてさて、そんなやついましたっけ？愛らしい花のようなお嬢さんなら心当たりもあるんだが。別に今ここで使うとは言ってないでしょ？使うけど。村正。御堂も、人の話を聞くのはいいことよ。でも、相手は選ぶべきだと思う。この中将様が銀星号の仲間だってことを忘れないで。ごめん。やっぱり今のなし。本当に余計な口出しだった。いや。余計ってことはないな。ひねりも工夫もないけど、まあ妥当な忠告だ。でも、間違いはいただけないね。あてはお姫の味方じゃないって言ったろ。それも込みで、全く信用できないって思ってるのよ、私は。あてのバストサイズが95センチだってのと同じくらい確かな事実なのに。それ絶対に嘘でしょ！敵味方のことはともかく。閣下、先ほどのご意見は、村正のみならず、自分にも意味不明です。光が実は蜃気楼か何かだというなら、意味も通りますが。蜃気楼。蜃気楼ね。お兄さんはやっぱりすごい。やっぱり、英雄の素質がある。無我の修行、続けるべきだよ。お兄さんは必ず英雄になれる。お姫に勝てる。あなたは。いいところなのにね。邪魔が入っちゃった。別口の英雄どもが来やがった。閣下。お兄さんにはわからない？ちょっと遠いか。じゃあ。何してるの？おめえは黙ってな。そこのハエでも捕まえて食ってろ。あなたね。村正、少し待て。御堂？お前も見たか？なあ、間違い。護衛は少ない。やるか。当たり前だ。しかし、今からどう？奴らは武装していない。待て、それは無謀だ。ならどうする？矢沢が戻ってから仕掛け。矢沢？あいつ。大丈夫。アジト。閣下、これは何です？テロリストのご一行だな。ま、大して珍しいこっちゃない。やっぱ人目につくとこへ来るときは変装とかしないとダメか。
結局、何なの？テロの対象にされるようだ。いつ、どこで、誰が？これから、ここで、我々が一大事？一大事だと思う。黙って待ってるのも芸がないしね。止めに行きますか。はお兄さん、手伝ってくれる？あ、成り行き上、そうした方が良さそうなので。閣下、場所はわかりますか？うん、こっち。あ、向こうのが早かったみたい。閣下、おい、三代目。何よ。これは本当に忠告だから聞けよ。お兄さんを守れ。よし、コナミ人だ。堀越雲を殺した。天誅だ。天誅を下したぞ。貴様ら貴様ら光栄、死ななかったか。六原はよくよく悪運の。ミド、怪我はない？どういうつもりだ。これは何の真似だ。答えてみせろ。は、何のだと？ぬすっとたけだけしいな、六原。天の裁きを受ける心当たりがないとでも言う気か。そんなことは聞いていない。なぜ無関係の人間を巻き込んだ。天の裁きなどというからには世のため人のために立ち上がったのだろう。それでどうしてこんな方法になる。本末転倒だ。よりにもよって六原に人道がましいことを説かれる筋合いはないが、我らはすでに死だ。大義を果たすためこの神婚を鬼に落とす覚悟ならとうに済ませている。少々の犠牲を顧みていては巨悪を倒せん。少々だと。そうだ。今日の10人の死は明日の100人を救うため、貴様らを打倒して大和を救うための犠牲となるに不服を唱える者などおらん。いや、
それが不服な者は貴様らの同類だ。巻き添えに殺して差し障りはない。ご託はもういい。聞きたくもない。投降しろ。司法に預け、相応の刑を受けてもらう。貴様らの法など天命に従う我らを縛れるものか。我々は天命のまま戦い続けるのみだ。いつの日か六原打ち砕くまでな。天命。このやり口が天命か。そうとも。これこそ天の命ずる戦いだ。我らの導き手大いなる神将がそう教えている。神将。お姫残ったよ。こいつら流星団だな。流星団。聞いたことない？過分にして。ま、派手な活動を始めたのは最近だからね。新聞で大きく扱われたこともないし、知らなくて普通かな。新興の倒幕派テロリスト集団ですか。半分正解。というか、正解の半分。残り半分は。こいつら、一種の宗教団体なんだよね。何らかの宗教的見地から幕府政治に反対を訴えている。とでも。というよりも、反幕を宗教にしちまったっつうか、なっちまったみたい。最初はまあまあ普通に倒幕活動してたのが、とある英雄に心酔するようになってね。次第にその英雄を神様扱い。英雄のやることは何でも肯定して、自分らもその真似をし始めて、めでたく現在ではブラックリスト上位の過激派集団ですよ。自称流星団。一方的に崇め立てまつってるご本尊はもちろん、今をときめく大殺戮者陣中魔王の銀星号に。バカバカしい。そう？倒幕主義と銀星号に何のつながりが。そらま、アテラ六原軍を単純な力勝負でぶっ潰せる唯一のお方ですから、倒幕派としちゃそこに痺れて憧れずにはいられないんでない？銀星号は幕府と敵対しているわけではない。無差別に殺し回っているだけなのに。それがこの連中の視点だと、少々の犠牲に構わず巨悪を追い詰め打ち滅ぼす英雄的な戦いってことになるみたいだね。こんな奴らを。お兄さん、お姫を倒す？はい。倒さなくてはなりません。そっか。じゃあ試してみよう。試すと。お兄さんに機会をあげる。お姫を殺す機会をあげる。なんですって。できるかな、お兄さんに英雄に徹して肉親を殺すことが。
閣下、事前に教えておいていただきたいのですが。光をどうやって殺すと？寝込みを襲うつもりですか？違うよ。それじゃ殺せない。逆だよ。逆？例によってわけわからない。すぐにわかる。一目でわかるさ。ミド。どうしたのお兄さん。行くよ。はい。光る。眠っているのか？いや、起きてる。目覚めているよ。これっておめえは知らないんだっけ？港光の病気。知ってる。葵の術の中で見て知ってるけど、どういうことよ。これが港光ならカカ様を装甲して銀星号になっているのは誰なの？誰っしょね。はぐらかさないで。はぐらかしちゃいね。単なる意地悪だ。けどおめえも分かりきったこと聞くなよ。ここに港光がいるんだから、この港光が走行して銀星号をやってるに決まってんだろ。どうやってよ。できるわけないでしょ。こんな植物状態の重病人が走行して戦うなんて。どう聞いてもデタラメな話だよな。でもここに嘘は何にもない。真実、この港光が銀星号だ。だからどうやってそんなことができるって言うのよ。眠る。眠るって。この港光が眠ると銀星号が出てくる。何よそれ。二重人格。いや、違う。銀星号は人格じゃない。実験して調べてみた。実験？あては最初この状態を見ても、お姫って変な寝方するんだなぁとしか思わなかったよ。港光が鉱毒病で廃人になってるなんて初めは知らなかったしね。でもそのうちだんだんと妙に思えてきたからさ、ものは試しで脳波を調べてみたの。この状態と立って動いてる時と。脳波？適当に分かりやすく言えば頭の血の巡り具合だ。割と最近の学問だけどお兄さんは多分知ってるよ。いや、
おめえら村正こそ誰より詳しく知ってるはずだ。知らないわけね。知らなかったら、どうして人の精神を書き換えられる？その脳波を調べてみたらさ、結果は逆だったんだ。逆？この状態の港光は覚醒していて、活動する銀星号は常に眠っていた。夢なんだよ。銀星号は、港光の見ている夢。すでに破壊された人格が、砕け散った意識の底で見続けている夢だ。夢？そう。そんな、ふざけた話が心当たり、何もないか？あるわけないでしょ。お兄さんは？井戸？あるっしょ。言ってたもんね。お姫が目の前にいるのに、その実在を疑ったって。しかし、やはり、ありえません。あれを全て眠りの中で行っていたのだ。言うなりゃ、天然の無双。無双剣だ。お姫が無敵なのも道理だね。どだい、人間ってのは無駄が多くできてる。その無駄を全部取っ払って、自分に必要なものだけを残したのが、あの夢だって言うなら、誰も勝てるはずがない。ありえません。そんな都合のいい奇跡があってたまるかって？安心してよ。これは奇跡なんて素敵なもんじゃない。呪いに過ぎない。代償が支払われている。どういう意味ですか？お兄さん、この容体を見てどう？ 2 年前と比べて。衰えている。うん。活動中は理不尽なパワフルぶりに騙されるけど、こうして寝てると明らかでしょ？中身はもっとひどいよ。最新最高の医療技術を片っ端から注ぎ込んで、どうにかこうにか命をつないでるけど、あといくらも持たない。それは。抑制のない夢の世界に根ざしているからこそ、銀星号は人外境の力を震える。けど、その分の負債は、現実の港光の肉体からきっちり取り立てられてるってわけ。こうして。当ての見るところ、あと2回かな。銀星号として動けるのは。2回。多分ね。その後は？ないよ。そこで終わり。銀星号も、港光も。さて、どうしよう、お兄さん。どうとは？あては約束を守ったよ。お姫を殺すチャンスをあげた。今ならそこらの子供でもやれる。首に手をかけて、軽くひねればおしまいだ。さ、どうぞ。バカな。
あと2回。でもその2回で、どれだけの人間が死ぬのかな？銀星号は、港光がごく深い熟睡状態に陥った時発生する現象だ。出現を未然に阻止する方法はない。現れたものを力で止めるのも無理。今しかない。お兄さん、犠牲者を出したくないなら、今殺すしかないよ。ミド、少し席を外して。私が。突っ込んでろよ。言っとくが、おめえにはやらせねえ。当てが機会をあげるのは、お兄さんだけだ。村正。すべてはお兄さん一人の決断。お兄さんの意志でやらなくちゃいけない。港光を殺害する。できない？お兄さん、当てと坊主が言ったことを思い出して。無我。港影明が港光の死を望まないなら、港影明を捨てるんだ。英雄になるんだ。世界の意志は魔王の死を望んでいる。お兄さん、己を捨てて。殺さなくてはならない。こら、首にぶら下がるな。断る。歩けないだろうが。歩いてみせろ。そんなことで光に勝てるか。影明、二人きりの食卓だからといって変に気を使う必要はない。早く食べるといい。二人？あれ、私はぶられてる。二人だ。もし意もしない三人目がどうしても気になるのなら言え。質量保存の法則を無視してでもこの宇宙から完全に抹消してやろう。すみません。もう黙って食べます。私いませんから。
母さんここにいませんから。影明。光は父に会えるであろうか。ああ。それでもミド。お兄さん。待って、行かないで。
いい風だ。草の香り、土の香り、闇の香り。振り仰げば木々の狭間に隠れつき。夜更けの山とは風雅なものだな。鍵明、お前にしては気が利いている。光る。なんだ。お前は。どうした？何を遠慮する間柄でもあるまい。家族ではないか。どんなことでも構わぬから言ってくれ。お前の声を聞きたい。お前は光の夢なのか。そうだ。俺は港光の夢に過ぎぬ。お前は自分で。知っている。己が歌方のものであることを知っている。不思議か。俺にとって悩むべきことは何もない。夢とは望みだ。いや、そうとも言い切れないのだろうが、港光に限って言えば、夢とはまさしく希望の結晶に他ならぬ。俺は港光の夢であることを喜ぶ。それは俺が最も純粋な港光であることを意味するからだ。俺は港光の夢であることを誇る。それは俺が最も強固な港光であることを意味するからだ。俺は港光の夢であることを誓う。それは俺が港光のいつか叶う理想であることを意味するからだ。俺は迷わず俺としてある。この道を踏みしめひたむきに進むことが俺にはできる。光る。行かねばならぬ。行く。光の夢として光の希望を叶えるために天下不武を果たさねばならぬ。よせ。もう殺すな。お前自身の命取りにもなる。お前の体は限界が近いか。あるいはかもしれん。だがやめぬ。光る。俺は望みのために歩き続ける。他のありようを知らぬ。俺は光の夢なのだ。限界があるなら限界に挑もう。そうして必ずや望みを遂げる。父。奪われた父を取り戻す。
お前の父は奪われてなどいない。秋高様はお前を拒みはしない。会いに行けばいつでも迎えてくださる。会うことが望みではない。父親と名乗ってくれることだ。光を娘と認めてくれることだ。それも叶うか。お前の言う通りだ。俺は父にいつでも会える。会って父と呼ぶこともできよう。だが一度もしたことはない。拒絶されるのが恐ろしい。どう思う、鍵明。光の望みは叶うか。父は心から真実の言葉で俺を娘と認めてくれるだろうか。貴様が事の決着をつけよ。この能なし秋高と港家との縁を貴様の手で断ち切るのだ。許せ、影明。され秋高、今後二度と港を名乗ることもわしの前に現れることも許さん。影明、港の家を、光のことを頼む。光を頼むよ、影明。約束忘れないで。そうだろう。わかっている。我が父は奪われているのだ。光と父との絆は断たれている。己を生み落とした愛の根源から光は断ち切られている。だから取り戻すのだ。我が父を封じる牢獄、この強大なる世界に挑み打ち砕いて。村正。鬼に会うては鬼を切る。仏に会うては仏を切る。剣のことあり、ここにあり。待ってくれ。父親さえ得られるなら、お前は破壊と殺戮をやめるのか。影明、光の求めは、父が俺を稚児と認め、愛情の実在を認め、その口で名を呼んでくれることなのだ。世界の代わりの瞳悟空として、父を差し出してよこされても意味がない。それでは、父の愛は世界に奪われたままだろう。故に世界は壊す。すべての人間を殺し、あらゆる価値を滅ぼし、この地上に光と父だけを残す。その時こそ父の愛は疑いもない。他には何もないのだからな。光。影明、我が家族、我が兄。お前こそは光の最後の敵。波動の最後に越えねばならぬもの。もう分かっているな。俺がお前に望むのは、最後の時に光の前へただ一人で立つことだ。奪う、
必ず奪うぞ。母、世界、我が兄。阻む者すべてを破り、俺は必ず奪う。誰にも止められね。止めさせはせぬ。この願いは誰にも。あなたを追っていたら、銀星号の気配がして、まさかと思って来てみたんだけど。ごめんなさい。来るのが遅かった。俺か。ミド。俺の子弾が。殺す。殺す。光を。できない。お兄さんには、できないな。しょっと。あなた！お兄さんはどうしようもなく港光を愛してる。まるで呪いのように。お兄さんはお姫を殺せない。そうなると当てが用意できる運命はもう一つの方になるな。何をする気？これ。チャンス到来だね。させるか！うるせえ。いいとこで邪魔すんな。捨てがいなけりゃ五分と五分じゃねえな。当ての方が一枚上だ。あなた、まさかさーて、お兄さん、心の準備はそろそろ OK。 ミド、呼んで！走行して私を！鬼に。港光の命を救う方法がある。何？助けたいんでしょ？魔王でも殺人鬼でも港光に生きていてほしいんでしょ？
あれはあと一月も持たずに衰弱死する。でも、その前に助ける方法はある。ダメよ！聞いちゃダメ！どんな理由があったって、あなたの心を捨てていいわけが。黙れっての！村正！お兄さん。港光を救いたい。それがお兄さんの偽りない本心だ。よね。もらったよ。その心！ミド！それは人の魂を素直にする。さあ、お兄さん、あなたの望みは？
お兄さん、そろそろ着くよ。呼ばれて飛び出て来てやったってのに誰も出迎えに来ねえ。寒いんだよてめえら。呼んでいない。右に同じ。いや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 、あまりに突然のご登場であったゆえ、前もってお知らせくださっていればこんな無礼はいたさなかったのでござるが、ともかくよくぞお戻りくだされた。この同心棒、100人力を得た心地でござる。100人分の足手まといの間違いでしょうに。100人分で進めばよいが。200人分は覚悟しといた方がいいな。そうね。じゃないでしょう。花から役に立つ気がないのかあんたは。話を合わせてやったのに怒るし。相変わらずこの子は難しい子ですね。まあまあまあ、久々に宿坊が顔を揃えたのでござる。今日のところは再会を祝いましょうぞ。よろしかろう。これも政治というものだ。めでたい。そうね。こいつら実は人の上に立つ器量とか全然ないんじゃなかろうか。まあまあ、やれやれ。してちゃちゃ丸殿、お伺いしたいのでござるが。ああ、俺も聞きたかった。誰だそいつは。そうそう、紹介しないとね。今度新しく宛ての副官になった港影明中佐。港であります。よろしくお見知りおきのほど。ほう。中佐？よろしくねー。いや、待て。港？そんな左官がいたか。俺の記憶にはないぞ。当然だな。元の部署。ねえよ、そんなの。昨日まで民間人だったし。それがどうして今日から中佐なのだ。そこはそれ、あれだ。どれだ。捏造、軍歴とかいろいろ。堂々ということか。仕方ねえだろ。余暇に通わせるとこから始めてたら手元で使えるようになるまで何年かかるかわからんし、この時期に悠長なことやってられるか。だからってそんないい加減な話はないでしょうよ。まったくあんたはいつもってつい言っちゃったけど、考えてみたらあんたそういう無茶な珍事ってあまりやらなかったわよね。無茶やってまで使いたいほどの人間に巡り合わなかったからね。出会えば別。言うな。これがそれほどの男か。どうなのだ港とやら。飼い主は貴様のことを随分と飼っているようだが。黙殺か。いい度胸だな。その舐めた態度がどんな結果を招くのかわからぬわけではなかろう。大したものだ。度胸だけはな。お褒めに預かり光栄であります、閣下。しかし、召喚は答えようのない問いに答える手間を省いたに過ぎません。何が言いたい？この港の有意無意は、働きによって明らかとなること。口舌での証明は致しかねます。仮に成し得たとしても、宿坊たる方々にご納得いただけるとは思えません。それゆえ、
返答を遠慮いたしました。つまり貴様は俺にこういうわけか。知恵の足りない質問をするなと。ご検察、感服つかまつりました。大鳥中将閣下。悪くない。悪くないではないか、この男。だろ。ああ、悪くない。迷わず脱いだ。顔色も変え、殿中の掟を知らんのか。存じております。知った上で知ったことかと言いたいわけか。シシク殿、見逃していただこう。この男は仕掛けられて防いだだけ。俺はざれただけだ。誰ぞが農会にかこつけて開いた乱地喜劇と変わらん。そう言われては返す言葉もござらんな。悪くない。港影焼だったな、中佐。は、ご記憶ありがたくあります、閣下。生意気な。悪くない。いちいち尺に触る。いまいましい男だ。怖いわよ。あんたも何気に趣味思考が変よね。貴様にだけは言われたくない言葉だ。しかしチャチャ丸よ、こんな男をどこの山から拾ってきた？倒幕さんちのお山から。おいおい。ほう。この男、元は藩とか。たやすく説を曲げるようには見えんが、どうやって口説いた？いや、何？もともと彼には倒幕も砂漠もなくてね。ただ結果的に幕府と敵対することが多かったってだけでね。彼とこっちの利害のすり合わせをして味方に引き入れました。利害か。何か個人的な目論みがあると？もうね、でも秘密。信用できるのか？当てと同じくらいかな。そうか。そうかじゃないっての。こいつと同じじゃまるで信用できんわ。まったくだな。構うまい。信用などできんのはどうせ誰も彼も同じだ。そうなると、今のも愚かしい質問だったということになるのか？どうだ、港中佐。ご自覚の通りでよろしいかと存じます、閣下。チャチャ丸、この男俺によこせ。代わりに一個大体回してやる。ダメ。ちょっとシシク、あんたは認めるわけ？よりにもよって逆賊上がりの男を登用するなんてふざけた真似を。ああ。同心様。まあ、よろしいのではござらんかな。そんな。いやいや、雷鳥殿の懸念はごもっとも。されどこれは堀越軍のこと。チャチャ丸殿が全て承知した上での差配とあらば、我らがああだこうだという筋合いではござらぬ。それはそうですけれど。加えて申さば、こちらの御仁、それがしもいささか存じてござる。なかなかに面白き男。あの折とはどうも印象が異なるが、そこも含めて興味深い。いかがでござるかな、雷鳥殿。ここはそれがしが頭を下げ申そう。なんといってもチャチャ丸殿が戻られためでたき日、一つどうか。同心様がそうおっしゃるのであれば。でもいいこと港とやら。マロはお前のような男を信用したわけではなくってよ。は、寛大なお心に感謝いたします、
華麗にして優美なるお弓中将閣下。あら、美しさを理解する目は備えているよね。まあそんな当たり前のことを言われたって嬉しくもなんともないけれど、あまり強量なのも美しくないかしら。そうね、一応のところは認めてあげることにするわ、港中さ。ありがたくあります。単純な。ある意味羨ましいやっちゃ。うまくやったね、お兄さん。何が？さっきのうまいことライチョのツボついておだてあげるなんてなかなかのくせ者でありますな。ああ、あれか。あれなら単に本心だ。ま、とにかくこれで挨拶は済んだし、今日はもう何もないな。のんびりしましょう。明日からなんやらかんやら忙しいしね。